水が裂ける。これもう全部ダメなんじゃないかな。いや、めっちゃ怖い。やばいやばいやばい。おお、泣けちゃった。二度とオンデューリンだけは貼るものか。こじらせハウスへようこそ。秋です。前回初めての倉庫作りが始動し、上等することができたこじらせガーデン。今回いよいよその屋根が完成します。この時をどれほど待ちわびたでしょうか。屋根があれば雨に怯える日々とはもうおさらばです。しかしその前にまず柱を立てねばなりません。今回このように既存の倉庫まで屋根を延長し、ガーデン用品たちのちょっとした雨宿りスペースを設けます。橋を支えるための2本の柱を立てましょう。今でこそ秋本番、すっかり涼しくなりましたが、この時はまだ最高気温35度なんてざらな9月。日が当たる前の涼しい朝になんとか作業を進めたいところです。ちゃんと設計図を用意してその通りに進めてすごいって思うかもしれませんが、実際その通りに進むはずもないので、いちいち誤差がすごいです。柱自身の水平垂直は当然のこと、2本の柱の位置を揃えること、それが倉庫からまっすぐ延長線上の位置であること、さらに倉庫の高さとぴったり同じ高さであること、これら全てが合わないと話になりません。ですがこちらの現場、ど素人が主導権を握る非常に危険な現場です。プロの大工さんなら1日で終わるような作業も、逐一生み出されし誤差を辻褄合わせしながら何日もかかる。せっかちな秋にとっては地獄の速度であります。感じのいいコンクリートを生成するのはもうお手の物です。このコンクリートで最終的な高さを調節していきましょう。いるものが入ってない腰袋に意味がない。やばっ、水で濡らすの忘れてるしさ、忘れてた。左手で足つりそう、そんでもうやだ、めちゃくちゃ。人の音だ。無事柱が立ち、桁と連結することができました。これでようやく下地を支えるたるきを設置する工程に入れますと思ったら、お腹に雨予報じゃなかったのに雨が降りました。全部出しっぱなしで全部濡れてしまいました。最悪です。ヤフー天気を信用したばっかりです。これもう全部ダメなんじゃないかな。なんと予期せぬ雨により倉庫が浸水ってあれデジャブでしょうか。バリバリ雨ざらしでした。で、夜中の2時に雨降ってることに気づいて、こうやって前回と全く同じ展開ですね。今回もタープをしていたのに風で外れ濡れてしまいました。あれほど天気予報を信じないと誓ったはずなのに、あれほどショックだったのに綺麗さっぱり忘れてしまうとは、一体どういうことでしょうか。乾かすしかないよね。もう乾かすしかないと、あのボードをもう買い直すしかないです。この時は狐につままれた気分でしたが、先週 USJ に行き魔法界で魔法を習得した今の秋にならわかります。きっとどこぞの魔法使いに魔法をかけられたんでしょう。オブリビエイト、忘れよ。思えばしょっちゅう忘却呪文をかぶってる気がするので、次回行く時には反対呪文を習得してこようと思います。あ、こじらせユニバレポはインスタのハイライトからどうぞ。伝説の魔法使いモヘージが見られますよ。エムアペリオ。丸が先端が切れたのだ。あなたがまさか伝説の魔法使い。いつまでも思い出に浸っている暇はありません。
今回下地を乗せるたるきを2箇所ずつ描いていくんですが、その数はなんと9本。しかも屋根には勾配をつけねばならないため斜めに描きます。斜めに描くなんて秋にできるんでしょうか。ました。さっき昼休憩してる間にまた雨が降ったよ。ざーっとね。お母さん今どういう状態か分かってる？脚立に乗ってんだよ。結構必死で頑張って123個3個しかできんかった。もう夕方5時と12345本です。気が遠くなるよこれ。丸のこでなんとか斜めに描くことができましたが、まっすぐの倍は時間がかかります。これはやってらんないので魔法使っちゃいますか。いきますよ。一瞬でこれを描いていく。ボンバーダーマキシマ一瞬すげえだろ。はい、一瞬で3本描くことができました。秋ぐらいになってくるともう杖とかいりませんからね。ただボンバーダは非常に危険な爆破呪文なので、秋やアンブリッジぐらいの熟練オバマ女でなければ使用しない方が良いでしょう。マグルの皆様はのみとトンカチで地道に削りましょうね。うわ、水が裂けるそもそも秋が熟練魔法使いだったらこんな倉庫くらい一瞬で完成してますからね。ざれ言抜かしてないでコツコツ作業を続けましょう。水に濡れる可能性があるので防腐塗料を塗っておきましょう。無事すべてのたるきを設置完了しました。この上に屋根の下地となる9ミリベニヤを取り付けます。どうやってあげればいいのこれ。乗ったぞ。9ミリとはいえ結構重い。四苦八苦してようやく乗せれたと喜んでいたのもつかの間。なんで激しく斜めで合わないです。なぜでしょうか。今まで測ったとこも全部じゃん。全部ずれてくるじゃん。なんと全然合わない。片方を合わせれば片方が斜めに。ベニヤの方は一辺しかカットしてないので確実に90度のはず。ということはたるきが斜めってことだ。ちょっと意味わかんないな。なんでこうなった？これは絶対に合ってる。切ってないからこの。ということはこれがずれてるってことです。測ったのにね。ちゃんと測ってやったつもりなのにね。同じ長さでも同じなのになぜ合わぬのだ。もうマジで意味がわからない。
屋根の上へようこそ。これが合わない現象が起きておりましてね、多分この柱をね、そんなつもりはなかったけど適当につけすぎて辻褄が合わなくなってるんですよ。ここで秋なりにたるきの前後の寸法を測り合わせますが、どれだけ頑張ってもベニヤがぴったり合いません。これ実は秋が知らずにある作業をすっ飛ばしていたのが原因であることが後ほどモヘジにより判明します。こっち合わせてもこっちが合わないっていう、もうわけのわからないことになってて、ちょっと手に負えないんで。判明したくだりはメンバーシップ用動画裏こじらせハウスで配信中です。メンバー様用動画では秋とモヘジのバトル解説を盛り込んでいますよ。そして秋がすっ飛ばした大事な工程が対角線の長さを測るです。前回も言われてましたよね。対角が同じならその四角形の四隅は90度直角です。このたるきを取り付けた時、秋が確認したのはここの出と幅のみ、対角は測っていませんでした。つまり平行四辺形のようになってしまっていると思われます。そこに直角のベニヤをいくら合わせようと頑張っても合うはずもありませんが、この時は知る由もない算数大嫌いなど素人、頭がハテナマークでいっぱいのままどうにかこうにか辻褄を合わせつつ進むしかありません。ベニヤの端はガタガタです。まあ言ってもこれは下地です。この後最終的な屋根材によりベニヤのガタガタは隠れるのでよしとします。自分のポンコツさを思い知らされた秋の心もガタガタのままですけどね。裏こじらせハウスへようこそ。こ対角こ取ったの対角取ってない。じゃあダメだよね。何対角が一緒だったら90度なの絶対。小学校からやり直してこい。小学校出てる人は全員知ってますけど、洋卒なんだよ私。そんな人いません。義務教育です。洋卒なんで。何を思ったかですね、血迷ってねラップを入れたことがあるんです探したらあったんで流してみますね。黒歴史をメンバーの皆様に。ダメだなこれ、違ったわ。ちょっと思ってたのと違ったわ。ベニヤをビス止めするため屋根の上に乗る時が来ました。秋は高所恐怖症、しかも乗るのはこのポンコツが作った信用ならない倉庫の骨組みに乗ったペラペラな9ミリベニヤの上。めっちゃ怖いもん。怖いな。動くたびに揺れギシギシときしみます。怖い、怖さマックス。地に足をつけられるって幸せなんですね。危ないな、分かってんのよ。分かってるけど乗らなきゃ終わんないのよ。どうぞ。怖いなこれ。怖いな。ここが墓場にならないように祈っといてくれ。墓場になったら放送できる。なんとこの状況で一刻も早く遊びに行きたい次女による音読キケキケ攻撃。未だかつてこのようなマルチタスクを目撃したことがあるでしょうか。あるって方は至急コメントにてお知らせください。絶対いないとは思いますが。怖すぎる。実際のところ恐怖でマルチタスクどころではありません。娘よすまん。違ったんじゃない。拭いて忘れてきてるわ。怖い。怖いの。めっちゃ怖いの。これがちょっと心もとなくて薄いから気をつけます。おえー、もう怖い。降りるの怖えな。水足りないです。取りに行ってきます。機械に。いやめっちゃ怖い。やばい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 。怖い。無理なんだって。高所恐怖症なんだって。いつ登ったっけ？全然覚えてないんだけど。
通常家屋の屋根には屋根を張る前にルーフィングというアスファルト素材の防水シートを貼りますが、オンデュリン自体がアスファルト素材のためルーフィングは不要と謳われています。それでも居住スペースであれば貼った方が安心ですが、今回倉庫なので結露の可能性が低いためルーフィングはなしで大丈夫でしょう。代わりに気持ちばかりの防水テープをつなぎ目とビスの上に貼っておきました。本日も本当に100人乗っても大丈夫そうな倉庫の上からお届けしております。稲葉ではございませんが、多分大丈夫でしょう。100人乗っても。最後の1枚の屋根をね、取り付けますよ。どうやって乗せようかなっていうところですね、今ですね、最低なことが起きました。これを上に乗せるときに落としました。力尽きてめっちゃかけました。割れて防腐塗料を強引に塗ってこのまま使います。もういいですね。屋根を取り付けるための下地を準備しました。ここにね取り付けていきますけど、どうやってやればいいのかが分かんない。上から止めるんだけど下から支えてないと上から止めれないよねっていう話。どうやってやるんだろうね。人が2人いるよね。これ横に長く3列で屋根を止めていこうと思う。あんまり何も考えずにやったんで、これの幅が全て違うんですここのたるきの幅がね、間隔がね、めっちゃ一個一個測って一個一個長さ違うでしょ。ポンコツ設計だとね、こういうことになるんですよ。はい、でもまあ大丈夫です。手間はかかりますけどなんとかなります。やっていきましょう。屋根を止めるための下地設置に入りました。これ当初設計段階では考えていませんでしたが、出来上がるにつれ横方向に下地が必要なことに気づき、後から急遽入れることになった下地です。秋は事前にしっかり計画を練れない系 DIY やゆえにこうしたイレギュラーな状況が頻発します。ですがモヘジのアドバイスによって何も買い足すことなく貼り合わせの 2x4 材で下地を準備することができました。秋では下から細かく切った木材を留めるなどという発想は生まれなかったでしょう。問題はそれを一人でくっつけることができるのかってところです。初めて涼しいと思った。秋が来たかもしれん。秋の季節、秋。よっしゃ。マジか。1列目はなんとか一人でできました。これを上から屋根の上から止めたいんですけど、ここをこうやって持ってて誰かに持っててもらうわけにいかないんで、いけんじゃねこれ。普通にいけたぞ。おい、思いつかなかったんだ。コーナークランプの存在を忘れていた。さまざまな試行錯誤の末、コーナークランプの存在を思い出したポンコツ。これ使えば解決だったわ。とんだ回り道してもうた。孤独な DIYer の味方がいつでもそばにいることを心に留めておきましょう。1列目2列目がガッタガタだけど付け終わりました。ガッタガタですけど、で問題なのは3列目スペースが足りない状況で固定したので上から止めてきますね。ここにクランプつけました。で上から止めます。恐怖の屋根の上に一緒に乗りましょう。皆さん9ミリのたった9ミリのベニヤなんで、いつ底が抜けてもおかしくないですよ。これは脅しじゃありません。今50ミリのとこにこう入れたんです。ここ下にね OK ありました。聞きました。
はい、戻りましょう。下に。めちゃくちゃガッタガタです。これが精一杯でした。ほんと精一杯でした。これでこっちもガタガタです。軽くて軽いです軽くて軽い屋根です。はい、ついに最終的な屋根材が登場しました。この軽くて軽い屋根の正体はオンデュリンクラシックシート。ありとあらゆる DIYer さんがこぞって使う素人向けの屋根材です。軽さ、入手のしやすさ、カットのしやすさ、そして価格、耐久性、どれをとっても素人に優しい火の打ちどころのない屋根材って思ってた。実際に自分の手で施工するまでは。結論から申し上げますと、このど素人でも施工完了することはできました。ただ、たくさんの DIYer さんの動画のようにいとも簡単にはできませんでした。やってみなきゃわからないいくつもの落とし穴がそこには存在していたので、今回しっかり共有していきたいと思います。まず最初の落とし穴、いってみましょう。落とし穴1、綺麗なノコギリを使うな。こちらオンデュリン。材質が歴製、樹脂、鉱物性顔料、セルローズ繊維と、どれ一つとってもピンとこない謎物質の集合体であり、さらにその 50% がリサイクル材でできているそう。金属を一切使用していないため腐食にも強く、現地ヨーロッパでは耐用年数50年を誇っているんだとか。日本では15年の防水保証がついています。ただその複雑な原材料ゆえに切るとノコギリが詰まります。そして謎の黒いオイリーな物体が下にたくさん落ちます。最初施工したばかりのインターロッキングの上でやってしまい、少し跡が残ってしまいました。ノコギリで簡単に切れるのは良いですが、使い古しのノコや替え刃式の安い刃で切ると良いでしょう。秋はもう捨てるつもりだった瀕死のノコで切りました。すぐに刃が詰まって切れなくなるのでオイルをスプレーしています。刃を火で炙るともっと切れ味が良くなるそうですよ。さて、無事に謎の物質の集合体を切り終え、ノコギリもその展示を終えたところで、いよいよ取り付けていきますよ。オンデュリンとともに売っているのは専用の釘、ビスじゃなくて釘です。それに防水用のカバーを一つずつかぶせて打ち、最後にキャップを留めます。ちなみに普通にその辺で売っている 75mm のビスでも代用可能となっています。なるほど。でも専用の釘があるなら専用のものの方がきっといいに違いないと、何の迷いもなく釘もセットで購入。早速打っていきやしょう。あ、しまった。ダメだ。ここまだ打っちゃダメだった。ここダメだ。5本ほど打ったところでポンコツは早くも重大なミスに気づく。この最前列は胸カバーも一緒に止めなければならないことをすっかり忘れていたのだ。しまった。前のかぶせも一緒につけなきゃいけなかった。こう慌てて釘を抜こうとするも、強く力を入れれば軽くて柔らかい屋根がへこみひび割れる。優しくやっても当然取れない。当て木をしても当て木ごとへこみそうな勢いだ。つまり一度打ったら二度と取れない。それがオンデュリンの釘の落とし穴。釘は下地の 2x4 材にしっかりと打たれているため、ちょっとやそっとでは抜けない。屋根割れるってこれ。
絶対に抜けてやるもんかという強い意志すら感じる。予想はしてたけど、こんなに抜けないとは。もしかして一度も間違えない想定なのか。きっとそうなんでしょう。失敗しかしない秋は釘なんてチョイスするべきじゃなかったのだ。どうにもなんないわこれ。もう最悪。ちなみに下地がたまたまなかった部分だけ釘が当然抜けましたが、無事抜けたとてこのような大穴が残ります。大穴は後ほど処理していきましょう。一度はめたら外せない恐怖の釘だったわ早々に空気を読んだ秋、近くのホームセンへ走り 75mm の安いビスを買ってきました。こんなにたくさん入って700円ぐらいで買えるんですよ、このビス。超安いビス。なんで最初からこれにしなかったんだろうか。もうこれはもう外すことにデメリットしかないのでこのままいきます。あっちもね2個打っちゃったんだよ、一番端っこは。ビス最高。回せば止まる、反対に回せば外れる。やっぱビスが好き。ラムネの差し入れいただきました。ありがとうございます。長女からじゃあちょっと一口で食べていきたいと思います。いただきます。お疲れ様です。美味しかった？逆になんで釘なのか全然理解できん。釘のメリット何？釘しか売ってないからって釘を買ってはいけません。しょっぱなから相当なトラップだとは思いますが、皆さん騙されないでくださいね。1列目のことは一旦忘れ、3列目からやることにしました。1列目と3列目は全ての山にビス打ち、真ん中2列目は一山飛ばしでビス打ちしていきますよ。途中までビス止めしてまた忘れ物に気づきました。この波型フィラーを隙間に入れるのが先でした。波板の隙間からゴミ等が入ってくるのを防ぐためのものです。少しビスを緩めるためにキャップを外しましょう。思えば誰もキャップを外してなかった。こんなに後戻りするのは秋だけなんでしょうか。みんなすげえや。せっかくなので後戻り常習犯の秋がキャップの外し方を伝授しましょう。マイナスドライバーをちょっと差し込むと外れました。必要なのはマイナスドライバーです。マイナスドライバーを境目に押し込みクイッと上に上げると簡単に取れます。いろいろ試しましたがこれ以外のものでは外せませんでした。うっかりさんは必ずマイナスドライバーを持ち歩きましょうね。マイナスドライバー必須です。はい、ここで続いての落とし穴、ビスが深く打てないです。通常木材にビス止めする際は最後頭を 1,2 ミリ木材に食い込ませて止めます。ですがオンデュリンで同じ勢いでビスを打つと屋根がひび割れ、キャップの傘の部分がひっくり返ります。そこまでいかなくとも少しでも打ち込みすぎるとこのように手でキャップをはめることが困難になり、金槌で強引にはめることになります。かといって浅すぎても屋根が剥がれてしまう心配があるしと、非常に繊細なビスの打ち込み具合を要求されるのだ。これぐらいで止めるのがいい。パチンと。平成シリコンです。アンバー色、茶色です。ここでうっかりさんに必要不可欠な補修剤をご紹介。変成シリコンです。シーリング剤にはいろいろな種類がありますが、屋外用にはこの変成シリコンを使うのが一般的です。屋根を固定するために先ほどつけた下地目指してビス止めするわけなんですが、なんせ下地がガタガタなので外す確率が高い。一度ビスを外すと先ほどみたいな大穴が開きます。その際に必ず必要になるのがこの変成シリコンです。ホームセンターで探した中で一番屋根に近い色がこのアンバー色でした。オンデュリンさんにおかれましては屋根と同色の変成をあらかじめ売っていてほしいぐらいに必須です。他に使っている DIYer さんいませんでしたが、皆様一穴も開けずひび割れもなくゴールされたんでしょう。きっととにもかくにも穴があっては高い防水性の意味が皆無なので、きっちり塞いでいきましょう。マジで厄介これ。かなり様子がおかしいですけども、これでいきます。汚な。今何時だろう。平成助けて。
たまらぬ穴を開けちまったんだよまた。よし。見えん。何が起こってんだ。ちょっとわからん。見事に下地を外してるわ。下地外しのプロじゃん。おかしいおかしい。もうめっちゃ大穴開いた。やばいやばい。大穴開けちゃった。ちょっともうここ触りたくないからここに打ちます。ちゃんと下地あるよね。今日終わらせたい。もう屋根に登るのは今日で最後にしたい。ハマグリが砂の中に隠れてる。どうだった？どうだった？100点満点100点満点。むずすぎるぞ。キャップが嫌い。嫌い。もう二度とやりたくないこれ。二度と。本流輪だけは貼るものか。めっちゃ簡単めっちゃ簡単。もうちょっといける。もうちょっとやる気出せる。あ、最高。何これ。助かる。殺しちゃうとこだった。危ねえ。なんかあります。ありがとうございます。いらっしゃいませ。もうこれでこの危うい屋根に乗る必要がなくなると心底ほっとした気分で最後のビスを打ち終えます。ちょっぴり癖の強い屋根が無事に完成しました。奇病にかかってしまいました。謎の指がめちゃくちゃ痛いっていう謎の奇病にかかっております。あの時ですよ。木材がちょっと当たっただけで痛ってなったあの時にそんな状態なんでね、全然進んでないです DIY。 もう痛み止め飲んで老化って怖い。負けねえけど。